どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。本日もこのチャンネルに遊びに来てくださり本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き背泳ぎのタッチターンについての動画になります。はい、というわけでですね、まずは先週の動画見てくださったでしょうか。お客さんでありチームメイトでもある秋葉さんに僕が実際に背泳ぎのねタッチターンを教えている映像を見てもらったんですけれども、そのタッチターンで大事なことっていうのはもう壁に合わせるということですね。こう大半の人が、自分がどう動くかということにばかりやはりフォーカスしがちなんですけれども、水泳というスポーツはねやっぱり水に対してどう動いていくかであったり、スタートとかターンに関しては壁とか床とか台とかに対してどう動いていくかっていうのが、大切になっていくスポーツです。なのでこうタッチターンをする際に、例えばですけど縁を掴んで自分がこうね引っ張って寄らないとターンできない人っていうのはそもそものこの寄りが足りないということになりますし、実際に壁を握らないでターンしようとする際に手が滑ってしまう人は壁に対して擦りに行く力が強すぎるということですよね。やはりそこは壁に対して自分の手がフィットして滑らないなんかギリギリ摩擦が保たれるところっていうのを自分自身がよく探して壁にちゃんと合わせに行かないといけないわけです。なんでこれ壁に合わせに行かないといけないかって言ってるかというと、その壁の材質とか質感によってその摩擦が維持できる強さっていうのは結構違うんですよね。そのザラザラしてる壁の方が摩擦力が強いので多少強くいってもそんなに滑らないですけど、ツルツルしてる壁に対してめちゃめちゃ強くザラザラしてる壁と同じぐらい強くいったら普通に滑っちゃうんですよね。それは僕でも滑るんです。なので自分がその普段よく、ターンをする壁の、質感とか材質とかっていうのは、よくよく確認しておく必要があるわけですよね。僕もレースの時に、朝一番でウォーミングアップしに行って、本番自分がね泳ぐプールの、できれば自分が泳ぐレーンで、何回かタッチターンの練習します。はい、コースによって壁の摩耗具合がちょっと違かったりとかするので、このコースだと滑らないけど自分が泳ぐコースだと滑るとか、そういうことがたまにあったりするので、その辺のねチェックはこう入念にしてこう壁に自分自身がちゃんと合わせに行く努力をするというのを、結構やっています。なのでこれはかなり大事なんじゃないかなと。であと背泳ぎのターンですよね。実際にほとんどの方が、クイックターンができるようになった後には、背泳ぎのタッチターンっていうのは個人メドレーの背泳ぎで触って平泳ぎで出ていくっていうところでほぼ使っていく以外には、ないんじゃないかなと。タッチターンを使うシーンはねないんじゃないかなと思いますけれども、ただ背泳ぎのルールっていうものをしっかりと理解しておかないとこう競技会に出た時に失格を取られてしまったりとかするので、そこに関してまず先に少しお勉強してもらいたいなと思います。でルール読み上げますね。背泳ぎ、折り返し動作中を除き競技中は常に仰向けの姿勢で泳がなければならない。仰向けの姿勢とは頭部を除き肩の回転角度が水面に対して90度未満であることを言うというルールがあります。なので水面に対して例えば僕の右の肩が背泳ぎでちょっとローリング大きめにこうやって出てきたとしても、これは水面に対する90度未満なのでこれはセーフなんですけど、タッチしようとするときにこっちか、こうやって入ってきた時にこれはもう右の肩が水面に対して90度のところまで来ているので、これだと失格を取られてしまうんですよね。これポイントは90度未満ということなので90度も含まれるということが結構このルールの厄介なところでですね、最近流行りのバケットターンなどで失格を取られる場合っていうのは結構これに当てはまってしまうケースが多いです。なので壁を触る
ところまでは90度未満でいなければいけないということですよね、裏を返せば。なので触った後に肩が入ってくる分にはセーフだけど、触る前に回ってきちゃうとアウトなんです。これ微妙なんですけど、しっかりと覚えておいてください。はい、こちらの方ね、映像で本編の方でしっかりと説明するシーンを作っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。ではお待たせしました、本編の方行ってみましょう。どうぞ。まず壁に触り、腕で勢いを吸収しながら膝を曲げたら、壁を横方向に押して体を反転させていきます。この場合は右手で壁を触っているので、力を加えていく方向は右方向になります。腕で勢いを吸収した際に、しっかりと膝もお腹側の方に畳んでくるようにしましょう。そしてまずは両足でしっかりと壁を蹴るということを目標に練習してみてください。 NG パターンといたしましては、まだ体が壁に近づいていないのに手で壁を押してしまうパターンです。映像のように壁に足が届かなくなってしまいますので、しっかりと体を引き寄せてから壁を押し始めるようにしましょう。泳いできた速度に対して強く壁を押しすぎてしまった場合も、同じように足が届かなくなります。スピードが遅い場合は全体の力を弱く、スピードが速い場合は全体の力を強く、スイムの局面とターンの局面の力のバランスを揃えるように心がけましょう。最後に背泳ぎのタッチが間延びしてしまった時に起こりやすいパターンなのですが、こちらのパターンは競技会では失格を取られるケースが非常に多いです。このケースでいうと、右手で壁を触った時に左の肩が水面に対して90度以上回ってしまっているため失格となります。壁にタッチをしに行こうとする際に、目で壁の位置を振り返って確認しようとするパターンの時に、結構こういった感じで体が回りすぎてしまうことが多いので、ラスト5メートルの回数を数える習慣をつけるであったり、5メートルの距離感を覚えるなどして、目視で壁を確認しなくてもちゃんとタッチできるように練習していきましょう。最後に今までの映像を3つすべて並べたものを同時に見ていただきます。このように並べてみていただくと、タッチ、壁を触っていく角度であったり、方向転換を始めるまでのタイミングの差であったりといったことが分かりやすく見ていただけるのではないかと思います。タッチターンの苦手な人のほとんどは、壁を強く押しすぎの人か、壁を押すタイミングが早すぎる人が多いです。どれだけ優しい力でターンできるか選手権を自分の中で開催してみて、できるだけ省エネでターンができるように練習してみてください。いかがでしたでしょうか。今回のエピソードはここまでです。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。